どうもこんにちは。今日は静岡のイーズシューシャインにお邪魔してます。今日と明日2日間で受注会を開催してるんですが、今日は2日目の朝です。店主の杉村さんに今日はちょっと靴を磨いていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お願いしたのはこのコード版のローファーで、僕これ自分用に作ったものなんですけども、履き倒して最近全然ケアしない、かなり白っちゃけてボロボロに見える状態なので、これをピカピカにお願いしたいと思います。わかりました。お任せください。これコード版なんですけど、新企画の新コード版というやつで、最近つっても1年か2年ぐらいですけど、新規格が今まであったオイルコード版よりもさらにオイル分をたくさん含んだ靴用の革として作った革なんですよね。すごい柔らかい、見た目にも分かりますけどすごい柔らかいんです。で光沢感がちょっと控えめで、なんかこうしっとり感がある革ですね。あんまり光沢ギラギラしないっていうのも良さの一つなんですけど、ちょっと今回はピカピカにしてほしいなと思います。わかりました。そっかそっか。オイル感が違うわけですよね。今までの新規さんのコード版と。なんか今までの新規のオイルコード版って結構表面艶やかでパキッとしてる感じがあるじゃないですか。すごく綺麗なんですけど、それもその艶がすごく高くていいんですけど、そのシワの部分とシワじゃないところかなりコントラストが強かったんですね。これは全体的に少しマット、そのじんわり光る系の革なんですけど。わかりました。じゃあちょっとできるだけやっていきましょう。なんかな、面白そうだな。やっぱりあれなんですよ。ホーインのコード版のやっぱ製品は多いんですよ、依頼って。オールデンがこうどんどんこう引っ張ってきてっていうのはありますけど、でもやっぱオールデンだけじゃないんで、コード版といえばみたいなのがありますけど、でも靴磨きやってると結構こういろんなご依頼品があるんで、クレイトンコード版とかもう今なくなっちゃいましたけどね、ああいうのとかもありましたから、やっぱりいろんなコード版磨いてくるんですけど、でもここに来て国産コード版がその先陣を切ってたコード版たちのそれをどう切り裂いていくのかというか、今までのあったコード版の中では一番ぐらいに柔らかいと思いますね。そっかそっか。なんかこう釣り込む時にやっぱ手先に感じる感覚って全然あるんです。全然違いますね。違うんだ。釣り込みはしやすいですね。やっぱこう言うことを聞いてくれる感じが伝わってくるんですか、手に。そうですね。あと単純になんていうか安心感があるというか。ホーインのやつとかってすっごい硬くて伸びないわけじゃないんですけど、結構シワを取るのが大変だったりするんで、頑張って目いっぱい引くとちぎれそうみたいな、そんな感覚もあるのに対して新コード版はすごく素直なんで、それはいいですね。そういうのはないですね。そっかそっか。ただ柔らかいからこそちょっとこう傷というか、打痕とかがつきやすいっていうのがあって、これもつま先とか結構これ気にせず履くんで、つま先とかガリガリいってるんですけど、これはこれでいいかなと。そうですね。僕も傷補修ってご依頼はいただきますけど、どっちかっていうと断るタイプですもんね。傷もそのまま生かそうよ。あんまりこういいですよってって言われちゃうんですけど、お客さんによっては気になりますもんね。もちろんお話をした上でご依頼もちゃんといただくし、こう伺ってる中で不要かなって思った時は無理にやんなくてもいいと思いますって言って、その分お金もかかっちゃいますしって、なんかそのアップチャージの金額でおしゃれなカフェ行けるしみたいなのはあるから、結局傷補修とかいろいろやるとすると健康な部分も犯さなきゃいけない時って出ちゃうんで、それがちょっとやっぱ嫌だなって、時間はかかるけど使っていくと油を吸ったりこうへこみとか傷がなだらかになってきて馴染むっていうか、なんかそういうのがあるから、このぐらいだったらいいと思いますっていう話はよくしますよね。
傷を、靴ってすごい過酷な状況に置かれるんで、傷気にし始めるとキリがないっていうのもありますしね、なんかその傷もしょうがないよねっていうか、いいよねぐらいに思う方がより愛着も湧きそうですよね。あとやっぱこう道具だから、使ってる感っていうのがやっぱりこう出てる方が、これも考え方かもしれないけど、かっこいいかなみたいな、武骨でいいのかなって。確かに新品のように保ちたいって気持ちはすごくよくわかりますけど、なんかその新品ってお金出せば買えるじゃないですか、でも味が出た革靴、革の経年変化の時間って買えないんで、そこはやっぱり大事にするべきというか。そうですね。でやっぱりその人が使うからできたものだから、同じものにならないのがありますからね。さあじゃあクリーナーとかその辺もかけていきましょうか。どうしよっかな。2年ちょっと前の展示会のタイミングでオーバーフルブログっていう靴をお願いしたんですよね、あの時もコード版でしたよね。そうですね。それが初めてで、その時僕から初めて連絡をさせてもらって、ただ実際会ったの昨日が初めて。なんかそんな感じもしない。というのも実は大学の先輩で杉村さんが年齢としては5個上なんで被ってはいないんですけど、だから昨日とか大学の教授こうだったよねみたいな話をしてましたね。裏の食堂がとか商店街があってハッピーロードハッピーロードって多分分かんのここしかいないから。でもハッピーロードなんか修理屋さんあったよ。ありました。僕行ってましたね。有名なとこあったよね。なんか個人でやってる人でなんかいましたよね。そう結構しょっちゅう、修理は自分でやってたんですけど、なんかサイズ調整とか幅出しとかをちょっと結構お願いしてました。シネマさんあれでしたっけ、学生の時はその修理のなんかバイトしてたんですか。そうです。大学の4年からやってましたね。修理のバイト。そっからだったんだな。だから僕が靴にはまり始めたのは大学の2年ぐらい、3年ぐらいなんですけど、本格的にもう頭おかしくなっちゃったのはその修理始めてから4年ぐらいですね。なんか手をつけ始めて加え始めるとちょっと何かのタガが外れるんで。そうですよね。僕もその磨く資料みたいなノートを作ってまとめたりとかってしてたのが、3年生とかだったかな、2年生だったか、ちょっとそんな資料を作ってたんです。自分でうわーっとなんか書き出して、頭に叩き込んで、何を血迷ったのか見せたくないって思って、誰にもバラしたくないって思って、ベランダで焼いたっていうちょっと中二病っぽいです。やばいよね。だからそれがあったからこう磨く基盤みたいなのそこでできたんですけど。じゃあその大学生の頃から磨きは結構趣味でガンガンやってたんですね。もともとその習慣的にはやってたんで、その高校生ぐらいからもう磨いてるっていうのはそうやってたんですけどね。でもいわゆる、磨き方ちゃんとうんぬんとか道具がどうこうっていうのは全然そんなに、大学生の頃になって初めてへーっていう感じで、そこからだな、のめり込んでいって。その後は建築の会社に就職したんですよね。現場監督やってましたね。その時もずっと靴磨きやりたいなってのあったんですか。いや単純にこう趣味の延長線上習慣っていうところから抜けてはいなかったから特別なかったんだけど、じゃあそれを仕事にするとかは全然思ってなかったんですか。当初は。でもそのいろいろやっぱ社会人になると社会に対するギャップを感じ始めるわけで、でそういうのうんぬんとかを食らいながらもう建築業は好きだったんで続けてはいたんですよね。でいろいろうまくいかない時もあったりが重なって30枚ぐらいになって、じゃあそんな好きならやってみりゃいいじゃんっていうふうに言ってくれた人たちもいたんですよ。でそれもあったんでじゃあやってみべえかみたいな、資格もとりあえずあるから失敗したらどっか戻りゃいいかみたいな、会社にもう一回頭下げてすいませんって土下座すれば多分いけるしなみたいなそういうのがありましたね。
なんか僕と杉村さん建築の学科出て建築の仕事もやってたじゃないですか、結構僕の展示会とかやると建築なんですみたいなそういう方多いんですよ、お客さんで。杉村さんのところのお客さんとしてなんかそういう靴好きで建築関係みたいな人っていますか？やっぱいますよ。ああ、そうなんですね。その社長さんっていうことも多いですけど、職人さんもいますし、会社勤めで建設業に勤めてるっていう人もいますし、あとやっぱりなんかこう建物の設計云々衣装がどうこうとかっていうところが何かこう靴のその造形美的なところになんかあるんでしょうね。そのスキンステッチがいわゆる靴だとスキンステッチがとかシームレスヒールがとかっていうのが建物に行くとそのファサードがどうこうとかキャンティがどこまで来ててとかっていうどういうふうに張り出しをしてることがうんぬんかんぬんとかやっぱそういう話を聞いてるとなんか構築的な部分とか面白いなと思ったりしますよね。確かに構築的ですね。で靴も建物もやっぱ無理なことはあんまりしないっていうかその方が機能面ではいいじゃないですか。そうですね。で見た目ばっかり追っかけるとちょっと靴もちょっとね、あるし建物もあれっていうのはあるし最初できた時はよくても使っていくとみたいな結構ありますよね。そう建物なんてそのなんかデザイナーズマンションみたいな、でも多分それ靴も同じだと思うんですけど、でもそこはね注文する側のこう意図があってこそだから、全部が全部じゃないですけどね。まあ靴も履き心地は悪くてもいいからとにかく見た目をっていうのもあるし、建築でもとにかく見た目が大事、使いやすさは別に二次みたいな場合もありますもんね。だからなんかこうねきっと用途とかその辺が合致してればいいんでしょうけど、それを傍から見た時のっていうのもあってなんかそういうのは多分建築と近い部分あるんでしょうね。よしよしよし。大学の頃は靴好きの友達とかいたんですか？いましたよちょこちょこ、僕らみたいにその靴ばっかりわって集めてるような今はいなかったけど、でもやっぱりこれいいよねあれいいよねっていうのを話を聞いてくれたり言ってくれたりする同級生がちょこちょこいましたね。やっぱりそういうところもあったんで救われた部分もありますけど、なんだろうなやっぱ単車とか車とかっていうのもその話の中にあって、でファッション的なところでモッツがとかスキンズがとか話になったりもして、で、ドクター・マーチンがとかトリッカーズがとか、でもさすがにこう学生の話の中でベーメルだロブだっていうのはなかったですけど、クロケットはギリギリあったかな話題の中に。まだ僕が大学生の頃って、トリッカーズが税込みで68,600円の時代だったんですよ。僕の時は8万いくらでしたね。でしたそうそうまだね6万円台だったんですよ税込みで。今14万ぐらいですね倍ねえもうしっかり高級靴ですよね。コード版の時はこのスティックは必ずやるんですか？基本使うようにはしてます、でただコード版の表面がこうそんなに荒れてないとか、表情はそこまで何か毛羽立ちがこうガガッとなってるなっていうのがなければ無理には使わないです、やっぱりやるタイミングとかいろいろあるんですけど、もちろんひどければやるし、で僕の場合は一旦クリーム入れたりする前に、クリーナーかけた後にちょっとやったりするんですよ、でもいいかな。でこの小刃の部分も、正直削ったり削らなかったりですかね、知らない方のためにご説明すると、このコード版っていうのは繊維層が牛革とは違ってこう履いていくとちょっと毛羽立ちがしやすいんですよね、なのでその、コード版の特徴っていうのはすごくこのものすごいツヤなんで、それを毛羽立ってくるとだんだんちょっとマットになってくるんで、それをこのさっきのこのスティックはこれはアビースティックですか、水牛の角ですよね、これを使ってこう摩擦でこうグリグリと寝かせてまたこの毛羽立ちを抑えるっていうのがよくあるというか手法なんですよね、コード版の毛なんで。それが水牛の角は日本だと水牛の角が一般的なのかな、ちょっと国で違ったりするんですよね。鹿の骨がいいっていう人もいるし、黒炭とか、黒炭も話題に上がるし、ガラスもそうですし、
あとは何だったっけかな、象牙で、極端なことを言えばつるっとしてればっていう、つるっとして硬ければいいんですよね。そう、で人によってはグリグリ押さえる時にちょっとこうしなる方がいいっていう人もいて、なるほど。でその鉄系のものを好む人たちもいますね。こんなもんか、あんまり削ってもな。なんかワイルドにガンガン履きたい方の靴って、例えばこれはローファーですし、ドレス感がこうそこまでない靴の場合は、きれいしすぎちゃうとやっぱちょっとなんかねあれなんですよね。これ僕の個人的なあれもありますけど、なんかねあれなんだよな、やりすぎてる感がちょっと出ちゃうんだよな。馴染んでないってことですね。作った感、やった感っていうのかな。もちろんそれが良ければそれでいいんですけど、ご依頼の中でこうしたいですああしたいですってもう全然もういくらでも何でも言ってくれていいんですけど、わがままを言うと 1.5 割ぐらいちょっとお任せの余裕が欲しい時というかが欲しいですね。ここはちょっと僕のやり方でやらせてねみたいな部分があると嬉しいですね。磨くっていうことに関してはやっぱり僕らも仕事なので、そのご要望はもちろんその通りでいかなきゃいけないんですけど、果たしてそのご要望が絶対そうなのかって合ってるかどうかっていうのをちょっと違ったりすることあるんですよ。職人目線でちょっと正していくっていうのも仕事の一つですもんね。なんでちょっとこう気づかない程度にある程度ちょっとこうセーブする部分もあるとか、付け足すこともありますし、だからこうやっていきながら今コバインキを使ってますけど、コバインキ使わないこともあるし、なんかこう鏡面仕上げっていう言葉も難しいんですよね。鏡っていう字を使うんで、変な話ちょろっとでも反射してればもう鏡面仕上げなんですよね。僕の考え方ですけど、強弱度合いっていうんですか、その辺のがなんていうんだろうな、また靴の形とか、ご依頼で求められてる状況とか用途とかでこう結構分けるんですけど、昨日もお客さんご依頼のお客さんが来られた時に杉浦さん結構綿密に相談されてましたよね。そうですね。磨き内容どういうふうに、これはどういうふうに仕上げますかみたいな。常連さんたちは分かってるんで、そこまでじゃないんですけど、でもやっぱそういう方々でも話す時は話しますし、やっぱり認識の違いって絶対あるので、ギャップをできる限り埋めようとしたらやっぱもう話すしかないかなって。お任せでって言ってくれるんですけど、でもお任せでって言いつつもちょっとその中にはやっぱりご要望ってありますし、ちょっと静岡の人って遠慮する人が多くて、なんか多分その県民性というか性格みたいなのがちょっとあって、でちょっとこう言わない方がいいかなって遠慮する人たちもいるので、それをちょっとあれかな、聞き出さないとダメかなって僕は思ってる部分はちょっとありますね。よし、じゃあちょっとクリーム塗っていきますね。ベースで塗るんですね。今回はコード板って、特にこの新コード板は絶対そうだなっていう確信があるんですけど、瞬間的にグンって吸うんですよね。ホーインのシェルコード板は結構パーンって弾いてくるような塗り心地なんですよ。新コード板も弾く感は多少あるんですけど、比べるとやっぱり吸い込みが強い。そうですね。僕も磨いててそう思いますね。で新コード板の前のコード板もそうだった。やっぱりそのコントラストが、シワの部分とコントラストがつきやすいコード板って、まあホーインコード板も含めの話なんですけど、やっぱ吸い込み結構強いんですよね。でそこでの色の変化ってすごい出やすくって、でクリームをムラなく手早く均一にさって塗るのはもうウエス一択です。なるほど。もちろん指で塗って均一に塗ることは全然できるんですけど、でも一番こう均一に手早く塗るのはやっぱウエスがあるといいですね。でブラシよりもそっちの方がいいと思います。とにかく薄く伸ばせるっていう利点があります、ウエスの場合。ウエス自身がクリームを吸い込んでくれるっていうのがあるので、例えば塗り伸ばしてる時にちょっとはみ出たりするクリームありますよね。こういうのが
こうやって何回もこうグリグリグリってやってる時に余分な部分はこう吸い取ってくれるんで、変なシミになりづらいんですよね。指で塗ってる場合はもう何が何でも塗り込まなきゃっていうやり方をしなきゃいけないので、極端な言い方ですけど、で特にこう吸い込みが強い皮を磨く時にやっぱ失敗するのが怖いっていう時は、やっぱりこういうふうに確実な方法を取るのがいいですよね。絶対に失敗しちゃいけないっていう感覚で道具も選んだりしますよね。今着られてるのはあれですか、昨日話されてたそうです。緑のツイート緑のツイートのヴィンテージ生地で、そうヴィンテージ生地でめちゃくちゃ硬かったっていう。そう怖いこんなになって最初本当にこうなんか釣り人形のピエロ、糸人形のピエロみたいな本当にこんな感じだったんです最初。思いっきりこうやってクッてやんないとみたいな。今でこそこうストンとなってますけど、なってますね。本当にゴワだった。メーカーの名前とかが一切わかんないんで、全然どこの何のっていう情報がないんですよね。カントリーなテイストも結構好きなんで、だからこう菱沼さんの靴もすごく好きだし、やっぱそういう場所で作ってるっていうところにこの良さも感じるし、ありがとうございます。あとなんかあれなんだよな、綺麗な靴も僕大好きなんですけど、なんかどっかやっぱなんか男らしい武骨さが欲しいなっていうのはやっぱあって、よし、そうなんで結構なんでしょうね、いろいろ靴見たりしていつも迷ったりするんですよね。これもいいな、かっこいいな、欲しいなとかって思うんですけどでもな、どうだろうなとかって思いながら。難しいですよね。欲しいわ、これいいなと思っても、でもこれ儚そうだなって思いますよね今あります？なんか規制の中で欲しいなとか、なんか、そうですね。なんか最近あんまりそういう目で全然見てないですね。昔はもちろんこれ欲しいな、これいつか欲しいなとか、中古で見てなんだこれ珍しいの欲しいなとか思ってたんですけど、最近なんでかその靴のこれが欲しいなとかじゃなくて、この革でこういうデザインで欲しいなっていう、もっと具体的に。そうですね。でそれが別に当然もちろん自分のビスポークな木型で作りたいんですけど、そういう具体的な感じになりましたね。でも既製品の良さってなんていうか、このアイコン的な象徴を買うみたいな、ありますからね。そこに自分も仲間入りするみたいなところってあるじゃないですか。別に履き心地がどうとかじゃなくて、ジョン・ロブのあれが欲しいとかっていう、そういうのって叶えるためのものだと思うので、それはそれでいいですよね。でもまたオーダー品の楽しみとまた全然違うっていう。ちょっとそうですよね、違いますよね。艶が戻りましたね。そうですね。さっきこれ塗られたのはワックスですか？ワックスです。クリームを塗ってもちろんブラッシングしてっていうセオリーの工程通り、それは全然いいんですけど、コード版の場合やっぱこの繊維をギュッと寝かしつけて作り込んでるっていうのがあって、そこがスムースレザーともう全然違うわけですよね。でやっぱりローで蓋をしてあげるっていう行為が磨きの中で工程の回数で多い方がやっぱりツヤ感が一定だし、仕上がりが綺麗。基本的に鏡面仕上げだったりこうツヤを強くする場所っていうのは芯が入ってて硬い場所、動かない場所が通常ですよね。でただコード版は革の性質上それが全体的にできるよっていう、そういう素材でそれが靴になってるんで、いわゆる牛革で作った靴のようなコントラストにはならないんですけど、しなくていいんですけど、でもやっぱりちょっとこう強い艶の中にもうちょっとこう強弱があって、それが変にこう隔たりがないっていう方が美しいかなみたいな僕の中だったんですよね。だからこうワックスって塗れば塗っただけ光りますし、輝きは出るんですけど、ギトギト感って出るんですよ。で厚く塗ってりゃ光るんで誰でもできるでしょっていう感じも出ちゃいますし、じゃなくって僕はもう極力ワックスは少ない量で、可能な限り少ない量で光らせられるっていう方がいいのかなって。であとその方がお客様にお返ししてデイリーメンテナンスがしやすいっていう。もちろんバキバキ鏡面はご依頼があればなんですけど、なんかこのそこを何かなんでしょうね、
いつ何時も課題があるような感じで、難しいなって思いながら。靴磨いてて、わこれはめちゃくちゃうまくいったなとかって、なんか仕上がりやけにいいなみたいな時ってあるんですか？いやあんまりないですねそれは。基本的にはもう全部変わらず同じ、万全には磨くんですよやっぱりどんな靴も。でも何かもっと良くならないかなってずっと思っちゃう。完璧って思うんですけど、完璧にできた、よし大丈夫だ、お返ししよう。でもなんかもうちょっと先ないかなみたいな、先に到達できたのこれって、なんかちょっと先行きなんじゃないって時はあるんですか？そういうのはやっぱありますね、でもそこに行くじゃないですか、また同じなんですよ。なんかないかなまあまあそうですよね、その向上心っていうかその進歩をやめたら終わりですからね。そうなんですよ。多分いけないというか限界は絶対あるはずなんです、それ以上やってもさみたいな。だからこうちゃんと区切りっていうのをつけなきゃいけないし、ちゃんと自分のレベルっていうものを作らないといけないだと思うんですけど、でもなんかねあれなんですよ、もっと何かないかなって。それが仕上がった時にではなくて、やってる工程も含めなんですよね、この工程ってもっと同じ効果が得られる簡略的なものはないかなとか、もっと深掘りした方がいいのかなとか、できるよなとか、いやしない方がいいなとか、なんか常に考えてますよね、靴ずっと磨いてて、うわちょっと嫌だなって思うことないですか？ありますあります。楽しいんですけどね、すごい楽しいんですけど、やっぱね今趣味ではないので、仕事なので、ちょっと今飽きたなみたいな。いや今この5分触りたくないみたいなのはありますね。だからもう10足ぐらいバーってやってて、その辺まで来るとちょっと一回離れたいなみたいな。僕あんまりこう区切るの上手じゃない人間なんで、あれなんでよくないんですけど、ちょっと他の靴の違う工程やってみるとかってでこうちょっと気分紛らわせること多いですね。今ミラーグロス一緒に使ってるんですけど、その新コード板がその吸い込みが強いんですよね。だからちょっとブロックしたいんです、ワックスの吸い込みを。柔らかいワックスって結構こう入ってっちゃうんですよ、これカーフでも同じで、コード板じゃなくても。その時にローブンのこの割合の高いワックスっていうので、ミラーグロスだけ塗っちゃうとちょっとこうノリが悪いんで、柔らかいワックスと混ぜながら塗ることで皮にも入り込みすぎない、で表面にこうとどまっている状況、ある程度とどまる状況っていうのをちょっとこう意図的にやってあげたいことがあるんですよね。その方がこう光っていうのは前面に出やすいのかなって思いますね。あんまりこうやっぱ吸い込みすぎちゃうとちょっとこう油分ロー分が濃いので、色のこうシミっぽくなったりっていうのがちょっと出ちゃうんです、だからそれをこう防ぎたいっていうのがあって。こちらミラーグロス、これミラー硬い方ですね。こちらビズワックス、これが通常のワックスでっていう感じですね、僕はここで一回ブラッシングを。ミラーグロスの後にブラッシングしてるんですね。そうですね。これが例えばホーインの場合はあんまりこうミラーグロス使わないんです僕。でもこのブラッシングはしますね。すごい綺麗ですね。ツヤが一気にブワッと出て、豚のブラシでやってもこういうツヤは出るんですけど、ここまで柔らかいツヤは出ないです。皮の表面の凹凸にちょっとこうギュッと抑え込んであげるような感じなんですけど、豚のブラシでいっちゃうとちょっとやっぱ硬いコシがありすぎて払っちゃうんですよね、で磨き跡がすごい出ちゃうんです。ヤギのブラシだけだとコシが弱すぎて表面撫でてるだけで光るんですけど、皮にこう定着があんま強くない、そうするとやっぱり馬のブラシがいいかなって。
あとは指でずっと塗り込んでると人間の皮脂って必ず混ざるんですよね。そうすると曇りやすいし、鏡面しにくいんですよ。で体温でこう緩くなっちゃうんで、皮脂も混ざると固まりにくいし濁るんですよね。それをブラッシングでやってあげると体温は伝わらないので、効果的にこう固めてくれるんです。皮脂も混ざらないし、ブラシの毛先にワックスはある程度いますけど、ワックス同士なのでそこは全然問題ないっていう、でまた指で塗り込んでいくんですけどね、僕の場合はこれをあえてブラッシングで塗り込んでいってもいいんですけど、これは常にこの最後までミラーグロスと通常のワックスを使い続けるんですか？指で塗り込む工程の時は使いますね。でもこれが雪が降るぐらい寒い地域の場合は、ワックスが結構硬くなりやすいんで、もちろんミラーグロス使っていただいて全然構わないんですけど、あんま使わなくてもいいかもしれない。静岡結構あったかいんでワックスが割と年がら年中緩い状態、逆に僕は緩い方がいいんであれ使いやすいんですけど、なんか割と地域性ってあるかもな、道具の使い心地で。あと季節もありますかね？ありますあります。うち3階なんでやっぱ熱こもっちゃうんですよ、夏場。クリームとかお盆に全部移して冷蔵庫に入れますね。朝来るじゃないですか、それ忘れてグデグデですもんクリーム。ああ、そうなんですね。最悪分離とかしちゃうんで、混ぜれば混ざるんですけど、しない方がいいよなって。であとやっぱグデグデになると揮発しやすくなっちゃって、戻った時にあんまりよろしくないかなって、こう新品の状態で届いてるこの割合混ざってる感じっていう方がやっぱり絶対いいはずなんで、ワックスはちょっと違うかもしれません。こう乾かして使うとかがあるんでちょっとまたあれですけど、クリームは、柔らかい状態を保ってないと皮に入れ込むものなので、もう持ってる古いクリームもうカチカチになってるやつありますね。僕サフィールのクレム、あれがガッチガチになっちゃったことがあって1回だけ、これもしかして鏡面できるんじゃないかって思ってやってみたらできましたね。水分と油ですもんね。その割合の違いなんですかね、主には。結局クリームって主成分はワックスもクリームも変わらないし、で油性クリームになってくると乳化させてるわけじゃないんで、硬くなったらもうほぼほぼワックスみたいなもんなんですよね。正直クレームだけで表面でできちゃうので、結構これだけでもブワッとツヤは正直出るんですよね。やっぱりコード板って傷、さっき最初に傷がちょっとつきやすいって話しましたけど、磨くと全然戻りますよね。戻りますね。それが良さですよね。やっぱり油分水分が入ることで張りが戻るんで、自分の力でこうバンって膨らみが、もちろんその前にこう潰した工程とか全部含まってがあるんですけど、でもそういう回復力はやっぱすごいですよね。それこそその雨とか水にさえ打たれなければ、打たれても全然平気だと思うんですけど、正直。これ雨全然降られてるんですよ。分かんないですよね。正直分かんないですよね。そうちゃんとしてるコード板って本当に表面を何か樹脂っぽくコーティングしちゃうと逆に雨に弱いんですよね。素地に近いコード板の方が戻る。変に何か施したっていうものじゃない方が。よし。である程度指でワックスを塗り込んできてブラッシングをこうしてると今度光り方が強くならなくなってくるんですよ。ちょっとむしろこうよどんでくるっていうか、曇ってくるっていうか、そうしたらもうこの工程は一旦ストップしていいですね。ちょっとこう今度は水をブラシの毛先につけてブラッシングをしていく感じですね。
水をつけると何が起きるんですか？今度は完全にこう摩擦を限りなく殺したいんですよね、でその摩擦をなくしてあげてブラッシングすると、さっきその曇っちゃったっていうのが晴れます、なのでもう少しこう透明感が出るんですよね。でここまで来たら布かなって、不安な方はここで全然ミラーグロスで磨いてってもいいです、正直ここまで来てたらもう誰が見てもピカピカなんで、自分ではありますけど、そうなんですよさらに輝くっていうのがすごいですね。なのでここまで来ると一旦はブラッシングでずっとやってましたよね今まで僕、毛先の跡をまず消すっていう工程をするんです、毛先の跡が消えると極力ワックス少なくして仕上げた鏡面仕上げができます、確かにもうすでに変わってきましたね、なのでちゃんと反射はしてるんですよ、ただ厚みはないので映ってる感っていうのは正直そんなないように見えます、ただワックスが少なく極限まで少ない状態で仕上げるんで持ちは全然いいと思いますね、ワックス厚塗りしてるとそこ引っ掛けるともうそれで剥がれちゃう、そうなんですよ。逆に今度はこれが物足りないなっていう時はこれもうまんまベースにして硬いワックス柔らかいワックスの順番で塗り込んでいっちゃえばいいので、うちのお客様結構多いですね。これをもう僕が一旦磨いてこれをベースにしてワックスを足しながら表面維持しつつちょっとこう強くなるようにとか、どうですか、新コード板磨いて楽しいですか？いや楽しいですね。正直そのカーフ磨いてるみたいな感覚。一旦これで完成ですね。究極ワックス少ない中で鏡面をやったらっていう感じ。一旦完成というのは、あとはもうここから答え合わせですね。どの辺までいくか。そう、厚みが欲しいかとか。なるほど。じゃあもうちょっとお願いします。いきましょうか、そしたらもう迷いなく使っちゃっていいです、ミラーグロスは、でミラーグロスもやっぱりちょっとこう柔らかさとか正直あるんで、厚み出す時により効果的にいきたい時はこういうブリフトのワックスみたいに結構粘り気があるワックス使っていいですね、で本当に軽く触れたぐらいで変に押さえ込む必要はないですね。である程度の量を何回かに分けてあんまり水を足さずに、正直この工程時に磨きの見た目っていうんですか、が汚いのは何にも気にしなくていいです。なるほど。今、塗りムラとか塗り跡とかが結構目立ちますけど、全然そういうの気にしないです。厚みを出したい時にはもう塗るしかないので、そういう時はもうこれ一回拭いたら光るみたいなのをずっと意識しちゃう人いるんですけど、そんなのは気にしなくていいですね。そんなこと気にしたらもう円筒はなくなっちゃうんでもちろん光るってことは固まったってことなので、ワックス乗るんですけど、厚みを出したい時はそんな気にしなくていいですね。本当に乗った曇ったそれでいっちゃっていいです、むしろその光らせるとつるっとした状態で固まりますよね。もう一回ワックス乗せると層が完全に分かれちゃうイメージです。ある程度粗い方が混ざってくれる、でこの辺からちょっと柔らかいワックスも登場させた方がいいですかね。やっぱり粘り気の強いワックスだけでずっとやっていくと、やり方ってあるんですけど、ちょっとこう、ギトギト感はやっぱり何回も言っちゃいますけど出ちゃうので、
であとコード板は特に全体が動く革ですから、はい、粘り気があるものだけで厚みを作っちゃうとちょっと最終的に剥がれやすいかなって。剥がれやすい、ワックスが。それは屈曲したらとか。そうですね。その中でもブリヒトのワックスってロー分が柔軟性高いので、はい、剥がれにくいんです、でもやっぱり硬めのワックスだったりロー分が高いワックスって、厚くなりやすい設計になってますから厚化粧感とかってやっぱ出ちゃうんですよね、はい、なんか皮が光ってる感じが消えちゃうんですよ、表面の膜って感じですか。なんかラップこうべちょっとやったのみたいな、はい、やっぱり鏡面仕上げっていうものは僕の中でですけどね、皮が光ってるっていうところはあんま越しちゃわない方が、光ってはいても鏡のように光ってはいても皮であれと、なんかそういう感じですかね、さっきよりは厚みが出てると思います、光り方に。これ多分外で見たら相当すごいと思うんです屋内ってちょっと控えめに見えちゃうんですよね、そう、これ不思議と太陽光とか、夜でもそうですけど外で見た時の光り方でまた違いますからね。同級生にそれでパンツ覗くのみたいなこと言われたことあるんですよ磨く時に気をつけたいのは指の腹がちゃんと触れてるかどうかだな。なるほど。結構磨く時にここ触れちゃうんですよ、はいはい、ここが触れると結構失敗します、やっぱりもう本当指先でこの腹の部分で磨けるかどうかっていうの重要ですね。指の腹の下の方とか上の方とか別にいいんですけど、やっぱり指の腹の範囲を超えちゃうとあんまり綺麗に仕上がらない、大体失敗する人って指がこう曲がらないで、こう靴に触れないんですよね。でなんかこういう触れ方をしてる人が結構失敗します。ローファーなんかだとこういうモカステッチにワックスを拾われてクロスが引っかかって毛羽立ちが出てで失敗します。ネル生地って靴1足につき1枚ぐらいですか。もっと使えるんですか。実際もっと使えます、カウンター磨きはちょっと見せてるところもあるので、その1足なんですけど、取っておいてお預かりの靴磨くときはその余った部分使ったりとかしますね、よし、じゃあちょっと仕上げにしましょう。一番最後の仕上げはちょっとダイナミックなことをするんです。ダイナミック、結構ワックスギトギトに塗ったんですけど、これをすごい手早く触れたぐらい本当軽く手早くなんですけど、こうやって全部が曇るぐらい伸ばしちゃうんです一旦、これカーフでもやります僕。水も結構使うんでそれまでの工程が本当に重要ですね。結構こうギトギトに、で手早くやらないと染みちゃう。染みます、ワックスが溶けて今まで作り込んできた表面が溶けて終わりですね、でこの大雑把にざっくり塗るっていうのが重要です。適当ではないんですけど、で必ず片方ずつそれを全部やってで戻ってくる、で今度ここからはもう何も足さない、塗り込んだワックスをなじませる。これも結構大雑把でいいです。おおよそ塗り込んだワックスの曇りが取れるぐらいかなみたいな感覚で。で両方ここまでいくと結構滑りが悪くなってくるんで、そしたら摩擦が出ちゃいますから水をちょっと足します。で水足して必ず叩いて毛羽立ちとかを寝かしつけるってことをしなきゃいけないですね、でまだ磨き上がり感がなくていいです。全然曇ってていいですね。で足りなければ水足して、でここでやっとヤギブラシが登場します、
ちょっと馴染みが甘いかなっていう部分があったら馬のブラシでこすってもいいです、ちょっとこう毛先で表面を叩くような、軽くパン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 と、そんなイメージでブラッシングするんですよね。さっきよりもツヤがだいぶ強くなった。そうですね。そして滑らかですね。でコード盤の場合はこれで終わっちゃってもいいです、ブラッシングで、下手に水でこう磨き上げ研ぎみたいなことをしなくても馴染むんで、全然ここで終わっちゃっていいですね。でどうかなってとこです。綺麗ですね。でもやっぱここからまた精度が欲しい人は水研ぎをしてあげていいと思います。でも水研ぎも本当にさっとですかね。あんまりこう水研ぎをするぐらいまで来ると結構体温が上がってるんで、指先がだいぶあったかいんです、で水って結構温度を伝えるんで、本当にさっとがいいです。思い切りよくパッと離すっていう、これ結構重要ですね。触れた瞬間からもう手早くもう指先を素早く動かして、一旦はもうある程度出たらパッと離す。あんまり長ったらしくやらない。でそうすると多分さっきよりも精度が上がる。そうですね。変わりましたね。でおしまい。こんな感じですかね。おっとっとっと。この MTO とかビスポークとかの靴って、毎回そうなんですけど、シューツリーが突然ストンって入るんですごいびっくりしました。ピチピチですもんね。そうピチピチだから最初すごいカッチカチなんだけど、いいところに来るともうストンって入るからすげえビビるんですよね。はい、お待たせしました。いかがでしょ見違えますね。う。よかった。どっちになんか結構どっちかがすごい結構傷がいってたような。左かな。ですかね。全くわからない。でもこれはコード盤のポテンシャルに助けられてるところが大きいですね。やっぱり回復力高いですね。そうですね。すごい。やっぱり明らかに最初僕完成して自分で磨きましたけど、その時から何回か磨いてるんで、すごくこのツヤ感そのものも高いし、表情がやっぱ出てきてますね。もうシワの表情もそうだし、なんかこういう当たりっていうのが、そうムラっていうか、同じじゃないんですよね。これ不思議なんだよな。面白いなコード盤って。こっからまたどんな色に変わっていくんでしょうね。そうですね。黒っぽくなるのか茶色っぽくなるのかオレンジ色っぽくなるのか。この時点であれですね、このなんだろう、こういうシワのこの辺が結構薄くなってきてますね。そうですね。こういうの見るとな、やっぱ一足持ってなきゃいけないかなって思うんですよね。言葉持ってないんですか？言葉は僕持ってないんですよ。それはどうですか、このローファーのコード盤。ねえそうローファーもこういう可愛らしいものも持ってなくて、ちょっとやっぱなんかシュッとした顔つきのものばっかりなんで、自分にイメージが湧かなかったっていうので食わず嫌い感もちょっとあるんですよ。そうだから彼らもそのシャープな靴履かれてるイメージありますね。そうだからなんかもっと柔らかい雰囲気の靴もあっていいよなって思ったりするんですけどね。
ということで、コードバンのローファーの磨きありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ピカピカでまたちょっとこれを適当に履いちゃうのもったいないかなと思うんですが、いやいやそれでいいんですよ。適当に履きたいと思います。もう適当に履いてください。もう僕はそれが理想です。そしてまたお願いしたいと思います。ぜひぜひ。では今日はありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます。2日目のトランクシューもよろしくお願いします。よろしくお願いします。これシワがやばいことになってますね。やばい？うん、やばいです。いい意味で。ああよかった。なんか得体の知れない物体みたいになってます。すごい。